姉さん。ダメ。見失った。相変わらず逃げ足の速い。まいたか。猫も借子も、お尋ね者の一点張り。逃げ回ってる間に、見覚えのない場所に来てしまったし。なんだ？何か起きてるな。ここは？自分に足りないものが何なのか、わかるかい？尻尾。違う。それも違う。何かな、その悲しげな顔は。すぐに気を抜く手を抜くのがお前の悪い癖だ。集中力を持って臨めば。言ってるそばから。そんなことでは立派な式にはなれないぞ。ごめんなさい。いいかい？何事にも過程があり、その先に結果が残る。心を込めて丁寧に。集中力は、最後まで切らせちゃいけないよ。お前は移り気なところがあるから、それを課題にしなさい。あと、就寝中のゆかり様を見て、死んでると騒ぐのはやめなさい。でも死んでる。知ってる。ゆかり言ってる。あれはね、息を立てずに眠ってらっしゃるだけなんだ。よくわかんないけど。よくわかりました。お前がここに来るなんて珍しいな。ゆかりに文句つけに行ったんだけどさ。忙しいから、もう行くなら蘭に言えってここに放り出されたわよ。ああ。今日は横島な客が来るとおっしゃってたからね。こっちもそうだっての。横島？そっちじゃない。
逆。そっちかどこにいるかわかんないから。あんな辺境の地まで探しに行ってやったのに。ちょっとはそれらしい扱いしなさいよ。要件を聞こう。重要な話よ。さっきは文句って言ってなかったか？まさか賢者様にお招きいただくとは。私も随分と出世したものだ。して、何用だろうか。そうね。昨晩と、これからの話を、少々。白麗大結界が小さなほころびなら日常茶飯事だろう？それはそれで問題だけど、そうじゃなくて。もっと広範囲で結界が弱まってる。先日確認した時は特に問題なかったが。昨晩あたりからよ。外と中の境界が曖昧になって。もしや、ゆかり様を疑っているのか？疑うも何も。結界を管理してる張本人だし。他にそんな芸当が可能なやついないでしょ。幻想郷を危険にさらすような真似を、ゆかり様がなさるとは思えない。そこが逆に怪しいのよね。現状、結界は紙一重の状態で、でもしっかり保たれている。どこがボーダーなのかを、把握している者の仕業。ゆかりに疑いの目を向けるのは当然。それにしても理由がない。ああもう、相変わらずか、たいわねー。本音を言えば、犯人や理由なんてどうでもいいの。保たれてるとはいえ、悪意を持つ者が現れればどうなるか。それでなくとも、このまま放置しておけば、神隠しに遭う者が増えるは自明の理。すでに本来侵入不可能なエリアまで入り込んでしまった者もいるかもしれない。量はしっかり管理しろ、ってこと。息巻いてるところ悪いが。それはお前さんの責任でもあるんじゃないのか？余計な仕事を増やすなって言ってんの。ゆかり様にはお伝えしておくよ。あとね。それらの影響なのか、結界線近くで変な力が作用してて、精神に干渉してきてる。夢かうつつか、それがわからなくなる。うちの神社なんかもろに影響受けてるし。はっきり言って、迷惑なのよ。結界が力を弱めている今。あなたが何を目論み、どういうことを起こそうとしているのか。手に取るようにわかるわ。幻想郷というのは、いわば大海に浮かぶ小舟のようなもの。そして白麗大結界が解かれるということは、その船底に大穴が開くも同義。そうなれば船は、外界からの圧倒的情報の輸入に耐えきれず、沈む。幻想郷が保ってきたバランスは瞬時に崩壊。それはレジスタンスを名乗る者にとって好機。ああ。ひっくり返すという点において、これほどうってつけの状況もあるまい。下克上というのは、混乱の中では、比較的容易になるものだからな。浅はかな。涙だ。子飼いの鬼。夢という名の熱にでも浮かされたかしら。弱き者が幾ばくかの力を得るだけではダメ。より強い力にひねり潰されてしまう。だから、一度全てを振り出しに戻す必要がある。
あなた程度の小物がいかなる策を用いようとも。自力では、結界にかほどの影響も与えることは叶わない。が、警告しておく。いいか？その頭が飾りじゃないのなら、今一度機械の先を確認し、くれぐれも誤った方角へは進まぬことだ。友人様との取り決めもある。何かあった、その時には。私がお相手することになりますわ。